名人伝中島敦。趙の邯鄲の都に住む紀章という男が天下第一の弓の名人になろうと志を立てた。己の師と頼むべき人物を物色するに、闘魂弓矢をとっては名手比叡に及ぶものがあろうとは思われぬ。百歩を隔てて竜陽を射るに百発百中するという達人だそうである。紀章ははるばる比叡を訪ねてその門に入った。比叡は新入りの門人にまず瞬きせざることを学べと命じた。紀章は家に帰り、妻の機織り台の下に潜り込んで、そこに仰向けにひっくり返った。目とすれすれに招きが忙しく上下往来するのをじっと瞬かずに見つめていようという工夫である。理由を知らない妻は大いに驚いた。第一、妙な姿勢を妙な角度から夫に覗かれては困るという。嫌がる妻を紀章は叱りつけて、無理に旗を折り続けさせた。来る日も来る日も、彼はこのおかしな格好で瞬きせざる修練を重ねる。2年の後には慌ただしく往来する招きがまつげをかすめても耐えて瞬くことがなくなった。彼はようやく旗の下から這い出す。もはや鋭利な桐の先を持ってまぶたをつかれても瞬きをせぬまでになっていた。不意に火の粉が目に飛び入ろうとも、目の前に突然灰神楽が立とうとも、彼は決して目をパチつかせない。彼のまぶたはもはやそれを閉じるべき筋肉の使用法を忘れ果て、夜熟睡している時でも紀章の目はカッと大きく見開かれたままである。ついに彼の目のまつげとまつげとの間に小さな一匹の雲が巣をかけるに及んで、彼はようやく自信を得て師の比叡にこれを告げた。それを聞いて比叡が言う。瞬かざるのみではまだ社を授けるに足りぬ。次には見ることを学べ。見ることに熟して、さて将を見ること大のごとく、美を見るごと書のごとくなったならば、来たって我に告げるがよい、と。紀章は再び家に戻り、肌着の縫い目からシラミを一匹探し出して、これを小野が髪の毛を持ってつないだ。そうしてそれを南向きの窓にかけ、終日睨み暮らすことにした。毎日毎日彼は窓にぶら下がったシラミを見つめる。はじめ、もちろんそれは一匹のシラミに過ぎない。2、3日経っても依然としてシラミである。ところが、10日余り過ぎると、気のせいか、どうやらそれがほんの少しながら大きく見えてきたように思われる。三月目の終わりには、明らかに蚕ほどの大きさに見えてきた。シラミを吊るした窓の外の風物は次第に移り変わる。危機として照っていた春の日はいつしか激しい夏の光に変わり、澄んだ秋空を高く雁が渡っていったかと思うと、はや寒々とした灰色の空からみぞれが落ちかかる。紀章は根気よく毛髪の先にぶら下がった有粉類採用性の小節足動物を見続けた。そのシラミも何十匹となく取り替えられていくうちに、早くも3年の月日が流れた。ある日、ふと気がつくと、窓のシラミが馬のような大きさに見えていた。閉めたと、紀章は膝を打ち、表へ出る。彼は我が目を疑った。人は高頭であった。馬は山であった。豚は丘のごとく、鳥は上郎と見える。
弱約して家に取って返した起請は、再び窓際のシラミに立ち向かい、遠隔の弓に作法の矢をつがえて、これを射れば、矢は見事にシラミの真の像を貫いて、しかもシラミをつないだ毛さえ切れぬ。起請は早速死のもとに赴いてこれを報ずる。比叡は高騰して胸を打ち、初めてでかしたぞと褒めた。そうして直ちに射術の奥義秘伝を余すところなく起請に授け始めた。目の基礎訓練に5年もかけた甲斐があって、起請の腕前の上達は驚くほど早い。奥義伝授が始まってから10日の後、試みに起請が100歩を隔てて流用を射るに、すでに100発100中である。20日の後、いっぱいに水をたたえた杯を右肘の上に乗せて号泣を引くに、狙いに狂いのないのはもとより、杯中の水も微動だにしない。一月の後、100本の矢を持って速射を試みたところ、第一子が的に当たれば、続いて飛び立った第二子は誤たず第一子の矢はに当たって突き刺さり、さらに間髪を入れず、第三子の矢尻が第二子の矢はにガッシと食い込む。獅子愛食し、初々愛を呼んで、後子の矢尻は必ず前子の矢はに食い入るがゆえに、絶えて地に落ちることがない。瞬く中に100本の矢は1本のごとく相連なり、的から一直線に続いたその最後の矢はは、なお弦を含むがごとくに見える。傍らで見ていた死の比叡も思わず、よしと言った。二月の後、たまたま家に帰って、妻といさかいをした起請が、これを脅そうとて右往の弓に、比叡の矢をつがえ、きりりと引き絞って、妻の目を射た。矢は妻のまつげ3本を生きって、彼方へ飛び去ったが、射られた本人は、一向に気づかず、瞬きもしないで、亭主を罵り続けた。けだし、彼の刺芸による矢の速度と狙いの精妙さとは、実にこの域にまで達していたのである。もはや死から学び取るべき何者もなくなった起請は、ある日、ふとよからぬ考えを起こした。彼がその時、一人つくづくと考えるには、今や弓をもって己に適すべきものは死の比叡を置いて他にない。天下第一の名人となるためには、どうあっても比叡を除かねばならぬと、密かにその機会を伺っている中に、一日たまたま荒野において、向こうからただ一人歩み来る比叡に出会った。とっさに意を決した起請が矢を取って狙いをつければ、その気配を察して比叡もまた弓を取って相を応ずる。二人互いにいれば、矢はその度に中道にして相当たり、共に地に落ちた。地に落ちた矢が軽陣をも上げなかったのは、両人の技がいずれも真にいっていたからであろう。さて、比叡の矢が尽きたとき、起請の方は、なお一矢を余していた。得たりと勢い込んで、起請がその矢を放てば、比叡はとっさに、傍らなる野いばらの枝を折り取り、その棘の先端を持って、箸と矢尻を叩き落とした。ついに、非謀の遂げられないことを悟った起請の心に、成功したならば、決して生じなかったに違いない、道義的残機の念が、この時、忽然として湧き起こった。比叡の方では、また、危機を脱し得た安堵と、己が技量についての満足とが、敵に対する憎しみをすっかり忘れさせた。二人は互いに駆け寄ると、野原の真ん中に愛抱いてしばし美しい師弟愛の涙にかきくれた。こうしたことを今日の道義観をもって見るのは当たらない。美食家の清の観光が、小野の
未だ味わったことのない珍味を求めたとき、仲裁の駅側、小野が息子を蒸し焼きにしてこれを勧めた。16歳の少年、真の始皇帝は、父が死んだその晩に父の愛称を三度襲うた。すべてそのような時代の話である。涙に暮れて愛要しながらも、再び弟子がかかる企みを抱くようなことがあっては、甚だ危ういと思った比叡は、起承に新たな目標を与えて、その気を転ずるにしくはないと考えた。彼は、この危険な弟子に向かって言った。もはや、伝うべきほどのことはことごとく伝えた。汝が、もしこれ以上、この道の運動を極めたいと望むならば、ゆいて西の方太閤の剣によじ、各山の頂を極めよ。そこには、寛容老子とて、古今を虚しゅうする指導の大家がおられるはず。老子の技に比べれば、我々の意のごときは、ほとんど時義に類する。汝の死と頼むべきは、今は官老子の他にあるまいと。起承はすぐに西に向かって旅立つ。その人の前に出ては、我々の技のごとき、義事に等しいといった死の言葉が、彼の自尊心に応えた。もしそれが本当だとすれば、天下第一を目指す彼の望みも、まだまだ前と程遠いわけである。小野が技が時義に類するかどうか、ともかくにも早くその人に会って腕を比べたいと焦りつつ、彼はひたすらに道を急ぐ。足裏を破り、すねを傷つけ、奇岩をよじ、山道を渡って、一月の後に彼はようやく目指す山点にたどり着く。気負い立つ起承を迎えたのは、羊のような柔和な目をした、しかしひどくよぼよぼのじいさんである。年齢は100をも超えていよう。腰の曲がっているせいもあって、白前は歩くときも地に引きずっている。相手が老かもしれぬと、大声に慌ただしく、起承は来意を告げる。小野が技のほどを見てもらいたい旨を述べると、焦り立った彼は、相手の返事をも待たず、いきなり背に負うた洋館魔金の弓を外して手に取った。そうして赤血の矢をつがえると、檻から空の高くを飛び過ぎていく渡り鳥の群れに向かって狙いを定める。弦に応じて一戦たちまち5羽の大鳥が鮮やかに壁空を切って落ちてきた。一通りできるようじゃな、と老人が穏やかな微笑を含んで言う。だが、それは所詮、社の社というもの。交換いまだ、不社の社を知らぬと見える。むっとした起承を導いて、老忍者は、そこから200歩ばかり離れた絶壁の上まで連れてくる。却下は文字通りの屏風のごとき、霹立先人。はるか真下に糸のような細さに見える渓流をちょっと覗いただけで、たちまちめまいを感ずるほどの高さである。その断崖から半ば宙に乗り出した奇跡の上に、つかつかと老人は駆け上がり、振り返って起承に言う。どうじゃ、この石の上で宣告の技を今一度見せてくれぬか。今さら引っ込みもならぬ。老人と入れ替わりに、起承がその石を踏んだとき、石はかすかにぐらりと揺らいだ。強いて気を励まして矢をつがえようとすると、ちょうど崖の端から小石が一つ転がり落ちた。その行方を目で追ったとき、覚えず起承は石上に伏した。足はわなわなと震え、汗は流れてかかとにまで至った。老人が笑いながら手を差し伸べて彼を石から下ろし、自ら代わってこれに乗ると、では、社というものをお目にかけようかな、と言った。まだ動機が収まらず、
青ざめた顔をしてはいたが、起請はすぐに気がついていった。しかし、弓はどうなさる？弓は。老人は素手だったのである。弓と老人は笑う。弓矢のいるうちは、まだ射の射じゃ。不射の射には、右筆の弓も、縮身の矢もいらぬ。ちょうど彼らの真上、空の極めて高いところを、一羽のトビが、悠々と輪を描いていた。そのごま粒ほどに小さく見える姿を、しばらく見上げていた咸陽が、やがて見えざる矢を無形の弓につがえ、満月のごとくに引き絞って、ひょうと放てば、見よ、トビは羽ばたきもせず、中空から石のごとくに落ちてくるではないか。起請は立然とした。今にして初めて、芸道の深淵を覗き得た心地であった。9年の間、起請はこの老名人のもとにとどまった。その間、いかなる修行を積んだものやら、それは誰にもわからぬ。9年経って山を降りてきたとき、人々は起請の顔つきの変わったのに驚いた。以前の負けず嫌いな、精悍な面魂は、どこかに影を潜め、何の表情もないデクのごとく、愚者のごとき要望に変わっている。久しぶりに九死の比叡を訪ねたとき、しかし、比叡はこの顔つきを一見すると、感嘆して叫んだ。これでこそ、初めて天下の名人だ。我らのごとき、足元にも及ぶものではない。と。短観の都は、天下一の名人となって戻ってきた起請を迎えて、やがて、眼前に示されるに違いない、その妙義への期待に湧き返った。ところが起請は、一向にその要望に応えようとしない。いや、弓さえ耐えて手に取ろうとしない。山に入るときに携えていった洋館魔金の弓もどこかへ捨ててきた様子である。その訳を尋ねた一人に答えて、起請は物憂げに言った。死はなすなく、資源は源を去り、死者はいることなし、と。なるほどと、至極物分かりのいい簡単の都人衆は、すぐに合点した。弓を取らざる弓の名人は彼らの誇りとなった。起請が弓に触れなければ触れないほど、彼の無敵の評判はいよいよ喧伝された。さまざまな噂が人々の口から口へと伝わる。毎夜参考を過ぎる頃、起請の家の屋上で何者の立てるとも知れぬ弓釣りの音がする。名人のうちに宿るシャドウの神が主人公の眠っている間に体内を抜け出し、妖魔を払うべく鉄掌守護に当たっているのだという。彼の家の近くに住む一商人は、ある夜、起請の家の上空で、雲に乗った起請が珍しくも弓を手にして、古の名人、ゲイと楊勇気の二人を相手に腕比べをしているのを確かに見たと言い出した。その時、三名人の放った矢は、それぞれ夜空に青白い光芒を引きつつ、三宿と天狼星との間に消え去ったと。起請の家に忍び入ろうとしたところ、塀に足をかけた途端に、一同の殺気が、神官とした家の中から走り出て、まともに額を打ったので、覚えず外に転落したと白状した盗賊もある。従来、邪心を抱く者どもは、彼の住居の十丁四方は避けて回り道をし、賢い渡り鳥どもは彼の家の上空を通らなくなった。雲と立ち込める名声のただ中に、名人起請は次第に老いてゆく。すでに早く社を離れた彼の心は、ますます古丹虚勢の域に入っていたようである。デクのごとき顔は、さらに表情を失い、語ることも稀となり、ついには呼吸の有無さえ疑われるに至った。すでに我と彼との別、背と人の分を知らぬ。
目は耳のごとく、耳は鼻のごとく、鼻は口のごとく思われる。というのが、老名人晩年の10回である。寛陽氏の元を辞してから40年の後、起請は静かに、まことに煙のごとく静かに世を去った。その40年の間、彼は絶えて社を口にすることがなかった。口にさえしなかったくらいだから、弓矢を取っての活動などあろうはずがない。もちろん、寓話作者としては、ここで老名人に長美の大活躍をさせて、名人の真に名人たるゆえんを明らかにしたいのは山々ながら、一方、また何としても古書に記された事実を曲げるわけにはいかぬ。実際、老後の彼については、ただ無意にして課したとばかりで、次のような妙な話の他には何一つ伝わっていないのだから。その話というのは、彼の死ぬ1、2年前のことらしい。ある日、老いたる気象が知人のもとに招かれて行ったところ、その家で一つの器具を見た。確かに見覚えのある道具だが、どうしてもその名前が思い出せぬし、その用途も思い当たらない。老人はその家の主人に尋ねた。それは何と呼ぶ品物で、また何に用いるのかと。主人は客が冗談を言っているとのみ思って、にやりととぼけた笑い方をした。老気象は真剣になって再び尋ねる。それでも相手は曖昧な笑みを浮かべて、客の心を測りかねた様子である。三度気象が真面目な顔をして同じ問いを繰り返したとき、初めて主人の顔に驚愕の色が現れた。彼は客の目をじっと見つめる。相手が冗談を言っているのでもなく、気が狂っているのでもなく、また自分が聞き違いをしているのでもないことを確かめると、彼はほとんど恐怖に近い狼狽を示して、どもりながら叫んだ。ああ、風刺が、古今無双の社の名人たる風刺が、弓を忘れ果てられたとや。ああ、弓という名も、その使い道も。その後当分の間、簡丹の都では、画家は絵筆を隠し、学人は質の弦を断ち、交渉は菊を手にするのを恥じたということである。